ご視聴ありがとうございます。今回は DID さんのチェーン関係工具かしまるくんをご紹介させていただきます。私が使っているのは KM500R というもので520から532サイズまで対応したセットとなります。このセットでチェーンのカット、プレート圧入、かしめまで一通り行うことが可能です。これがチェーンカットの様子。チェーンのカットはリンクピンを押し抜いてチェーンの接続を解くことで行います。細いピンでリンクピンを押し抜きます。必要な長さで切ったらついでジョイントでつなぎます。プレートをはめますが、これが硬くて指の力では全然入りません。これを圧入していきます。最後に圧入したプレートが抜けないようにピンを潰してかしめます。これがかしめの様子です。ピンを2本かしめて完了。オートバイのチェーン交換には必須となる道具です。内容はこんな感じ。5つの部品からなる製品です。本体、ホルダー、ボルトとピン、プレートホルダーを組み合わせ、様々作業に対応します。本体とホルダーは A と B の2つの位置関係があり、作業によって使い分けます。同じようにピンの向きも作業によって入れ替えます。この辺は付属の説明書にしっかりと説明はありますし、一度使えばどうするべきかは直感的にわかります。これらが缶のケースに入ってきます。取り立てて使いやすいケースだとは思いませんが、バラバラになったり部品なくさないのでありがたいですね。大きさはこのくらい、手のひらサイズとなってます。チェーンカッター、かしめの道具はハンドルついているものが多いですが、かしまるくんはそれを排して工具で代用する作りとなってるっすね。ここ、メインボデーに設けられた六角、2面幅 27mm となりますが、ここにレンチなどをかけてハンドル代わりに使えます。動作は単純。メインのボルトを回してピンを抜いたりかしめたりします。単純ですが、ツボは押さえた道具でして、かしめる部分は外周サポートがしっかりとあって、かしめすぎが起こりにくいよう配慮がされていたり、ホルダー位置の調整はクリック感のあるものになっていたりと、細部に良さを感じています。使ってみるとこんな感じ。これはチェーンのカット、ピンを抜く作業に使っています。リーズナブルなチェーンカッターは先にピンの頭を削り落とすよう指示されることがありますが、かしまるくんは不要です。ぐいぐい抜いていけます。これはプレートの圧入作業。これについてはどんな道具使っても大抵できますが、かしまるくんももちろん簡単にこなします。プレートを押す面は段付きになっていまして、押しすぎないような設計もいいですね。こっちがかしめの作業。この作業のみ本体とホルダーの位置を B に合わせて行います。どの作業もボルトを回す感覚が重たくなったら完了です。初めてチェーン関係の作業をする場合は力加減が分かりにくいとは思いますが、やりすぎないように確認しながら行えば壊してしまう失敗はないですし、やりすぎてしまったとしてもジョイントをまた用意すればよほどのことがない限り再チャレンジは可能です。一つ一つ確認しながら作業していくことで難しいとは感じていません。ただ、チェーンの作業は失敗していることに気づかないと重大なトラブルになってしまう場合もあります。確実な作業をするよう気をつけながらやるようにしてます。慎重な作業にかしまるくん、とても良い相棒となってくれてるっすね。かしまるくんの使い方は DID さんがアップされている YouTube 動画で詳しく説明がされてます。作業の流れがつかみやすい素晴らしい動画です。概要にリンクを置きますので、そちらもぜひご覧になってみてください。作業にはかしまるくん以外に 19mm と 27mm を回す道具が必要となります。私はベラの変わり種、セルフセッティングスパナかクニペックスのプライヤーレンチとラチェットを組み合わせて使っています。本体を加えるところ、サイズが大きいので一般的にはモンキー使うことになるでしょうか。試しにトップさんのガタなしモンキーと組み合わせて使いましたが、これも悪くないですね。
本体は基本同じ位置に押さえ込みたいので、特に外しやすさやラチェット機構は必要なく、何使っても案外使いやすいです。ただチェーンの種類、ブランドによるところもありますが、そこそこ力が必要になることもございます。今回は RK のチェーンに交換しまして、どの作業もスルスル進みましたが、それでも 180mm のプライヤーレンチでは厳しい場面もありました。組み合わせる工具の長さ、少なくとも 200mm くらいはあった方が使いやすいかと感じました。気になったところとして、他社製のチェーンツールに比べて位置合わせで若干不安になることはあります。例えば RK のツールは表側のみではなく、裏側にガイドボルトがついてまして、そっち側を締めることで道具の位置固定ができます。ですからそこでしっかり位置を決めておけば、ピン切るにしてもかしめるにしても位置がずれてしまうことはあまりないのです。位置決めピンがとても使いやすく、対してかしまるくんはボルトが片側のみ、位置を決めるにはホルダーをチェーン裏側から押し当てておく必要があります。その状態で表側のボルトを軽く締め込んで位置を決めて、でそのボルトをさらに回すことでピン抜きからかしめから全ての操作を行います。裏側の位置を気にしながら表側も位置を合わせる作業が煩雑に感じる部分がありました。また本体とホルダーの位置関係は正しい位置でクリック感があるのですが、実際作業で使っていますとちょっと分かりにくく、ちゃんとした位置に来ているのか不安を感じることがありました。本当に微妙いとこ、1ミリの違いくらいでどっちだろうとなっちゃう感触がありまして、初めて使った時は何度も確認をしてしまいました。視覚的にも確認はできますが、線引いてある箇所が同じ高さにない、段ついてしまっているので、こちらも少し分かりにくく、一度チェーンから外して単体で位置を確認して、でチェーンに組んでまた不安になるというのを何度か繰り返してたっすね。ただ位置合わせに関して説明書通りに使えば作業はしっかり行えます。都度位置を確認しながらやれば問題はありません。あとはかしまるくんだけのネガではないですが、カットピンは折れたり曲がったり、かしめ側のガイドが割れたりということはありそうです。レビュー見てますと、この部品消耗品と割り切った方が良さそうです。私も予備で1本は用意しました。カッターピン以外の部品もすべてバラで販売がされます。これはありがたいですね。長く使っていけそうです。チェーンメーカー DID さんのチェーンツールかしまるくん。位置合わせのみ多少神経使う部分は感じますが、サイズもちょうど良い、扱いやすい製品だと感じました。SST としてはお求めやすいお値段も魅力的です。おすすめしやすい製品となってます。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。